で、樽を知るって言葉も聞いたことがあるでしょ。なんだけど、この樽を知るっていう言葉はね、教、妙、玄、玄のまた玄というその意識の層の中で、玄というちょっと奥深い、いわゆるノンデュアリティが理解できている、世界観でのお話なんですよ。そこの意識状態になっていないと、樽を知るという言葉の本来の意味がつかめないんです。また今日の現実にその言葉だけを持ってきて、樽を知る。ね。ああ、大事だな。ね。欲張っちゃいけないんだな。ということで、相変わらずですね、今日の現実で使っている、幸せの見出し方の中で、この樽を知るを実現しようとしてしまうんですよ。で、もう一度先ほどの、比較表をちょっと見ていただきたいんですけども、よいしょ。これね、願望分の実現ってなってるでしょ？はい。で、樽を知る、満たされているっていうそこの話はここの玄の話なんですよ。で、この玄の話を今日でわかる部分で理解しようとするとですね、この願望分の実現っていう公式はそのままに、欲を減らそうということになっていくんですよ。どういうことかというと、願望を100としますと。で、実現を80としますと。そうすると、100分の80で20足りないっていうことになるよねってこの間話したよね。で、その20を補おうとするのが作為になっていくよと。で、逆にね、この樽を知るっていう言葉だけを今日の世界に持ち込んだ場合、人は何をしてしまうのかっていうと、そうか、欲を持つから、ね、願望が大きいから辛いんだ。ね。実現が今80だったら、分母の願望も80にしたら、ね、いいじゃないかと。ね、100分の100も80分の80も同じじゃないかということで、この願望を減らすということで、この樽を知るっていうことに持っていこうっていう考え方になってしまっているんですよ。これ、通じますでしょうか？ね、はい。で、これね、実はね、全部幸せって一括りにしてるんだけど、この幸せ、4段階あるんです。それが、快楽と幸せと喜びと至福です。はい。今日の世界観の中では、達成感っていう快楽を幸福と勘違いしているんですよ。はい。みんなが幸せって言ってるのは、その獲得したとき、実現したときの達成感のことなんです。でも達成感って消えてなくなるじゃないですか。はい。で、この達成感っていうものを、幸せとしてそれを追い求める人生がどういうものになっていくのかっていうことを改めて考えたいと思うんですね。この達成感を味わうために必要になる前提条件があるわけです。それって何でしょうということなんですね。はい。まず一つ目。はい。まず、そのことが獲得、実現できるかどうかわからないっていう不明瞭性が土台にあるっていうのが一番根っこの条件なんです。そうですよね。だって、できると分かっていることを実現しても達成感にならないじゃないですか。ね、皆さんなんだかんだ願望実現って、言うけども、僕ら願望は日々もう無数に無限にもう実現してってるんだよ。例えば今日だってもうこの時間晩ご飯食べられた方ね、いっぱいいらっしゃると思うけど、お腹減ったってね、ご飯食べてそれ満たされたでしょ？お腹満たされたでしょ？
でもそこでさ、達成感じゃないじゃん。で、ねえ、あ、お腹痛い、トイレ行こう。ねえ、脱粉できた。その時に達成感ってあんまないじゃない。よっぽど便秘が続いてて、もう久しぶりに、出すことができたって、そこはもしかしたら達成感かもしれないけどさ。ね、やろうと思ったことをできてるじゃない？だから僕らはいろんなことを日々実現していっているんですよ。にもかかわらず、そこに達成感が感じられないがゆえ、私の願いは実現していないってそっちを見ちゃってるんですよね。はい。で、よくね、大きな夢を持ちなさいみたいなことが推奨される文化の中で我々教育を受けてきたんですよ。夢を持ちなさい、それを叶えましょうって。で、まず大前提として、ね、皆さんに、多分、って聞きたくない言葉かもしれないけど、はっきり、お伝えすると、僕たちは、どんなに夢が叶っても幸せになれないの。このことをほとんどの人認めてないの。で、相変わらず夢を追いかけてるの。でしょ？だって、今までどれだけの夢を実現してきた？なんだかんだ。で、その分、比例して幸せになってる？だから、夢を叶えたら幸せになれるよっていうのは、洗脳だったんですよ。で、あるいはね、洗脳してるつもりない上の世代も、そういうものだって誤認したままその教育が続いてきてたんですよ。そこにおいて、ね、古のマスターたちは、もうそもそも幸せの見出し方が間違ってるよって教えてくれてるわけ。ね、あなたのしていることが間違ってるようだとか、あなたの才能がどうこうだとか、容姿がどうこうだとか、そんなアドバイス一切ないわけ。精神構造上、もう求め方が間違ってますよっていう指摘をしてくれてるんです。で、大きな夢を持ちなさいはいいですよ。なんだけど、大きな夢ってそもそも何って言うと、それってね、実現が難しそうなほど大きな夢ってことになるわけじゃないですか。大きな夢を持ちなさい。つまりは、不可能にチャレンジしなさいって言われてるんですよ。無茶じゃない。はい。なんだけど、この感覚に陥るには、僕らの半生の経験っていうもので、確かにこれは幸せなんだって誤認してしまう構造があるわけです。で、今の前提条件、ね、僕らが赤ちゃんの時とかって、この前提条件に溢れてるんですよ。もう一回確認しましょうか。はい。まず、それが獲得実現できるかどうかわからないということなんですよ。はい。赤ちゃんって、ね、僕らの幼少期って何をするにも全ての経験が初体験なんです。そうですよね。で、ハイハイして前に進むことができるようになった、寝返りが打てるようになった、捕まり立ちできるようになったって、できるかどうかわからない。要はやったことがないから。だけども、別にね、その中で頑張ろうだとかっていう僕らみたいな、その努力の感覚、とは違うわけですよ。ね、体が大きくなるとともに、できることは自然と増えていくわけです。なんだけども、次から次へとそれが達成感として経験されちゃうわけです。ね。できなかった。ハイハイができるようになった。ママのとこ行けるようになった。捕まり立ちできるようになった。ね。おむつじゃなくって、便器で用を足せることができるようになった。うわーいみたいな。子育てしてたらお子さんの成長とともにそれ見てきませんでした？もし、ね、嬉しそうなんですよ。達成してるから。なんだけども、これね、経験しちゃう途端に、この前提条件が崩れちゃうんです。だって初体験じゃなくなっちゃったから。できるかどうかわからないものじゃなくって、
できたことに認定が変わってしまうから、その途端に、あるいは繰り返すほどに、達成感は薄らいでいって、なくなっていってしまうんです。なんだけども、ね、この達成感が次から次に訪れるっていうことで、いわゆるその幸福感だよね。達成した時のわーいっていう喜びがずーっと右肩上がりに続いているように感じてしまうんです。なんですけども、ある程度の成長をした時に、これがね、この右肩上がりがどっかで止まっちゃう時があるんです。あれって新しい経験がなかなかできない。できると思う、ね、やってみたけど、できないっていう状態が長らく続くだとかっていうことが経験の中に出てくるようになるわけです。はい。で、物心ついた時にはさ、ね、もっとああしなさい、もっと上手に、もっとちゃんととかっていう風にハードルが上がっていくわけですね。で、そうすると、この右肩上がりの坂だった状態からですね、はい。階段状に感じられてしまうんです。できると分かってることが増えちゃったんで、達成感の前提条件が多く崩れてしまいました。もうそれをやっても達成感は味わえません。ね。で、ステップアップしていかなきゃいけないと。ね。ちょっと、なんだろうな。何も達成感味わえない時間がずーっと続いて平坦でした。そこからね、ステップアップできないと思ってたけど、一段できるようになったよって、ビョンと一段上がる。上がったんだけど、また、つまんないが続いて、できるようになったよ成長したで、また、できないが続いていくっていう、この階段上の、経験、皆さん納得いきませんか？で、こう知られるわけです。ほらなって、このステップアップして、ね、できることが増えた、その達成ができたって、この気持ちよさ格別だよ。格別だろうと。で、この気持ちよさこそが幸せなんだ。人生の喜びなんだ。だから、いつでも目標ってのは作っておかなきゃいけない。夢は持っておかなきゃいけない。いいか？満足したらそこで終わりだぞ。ね、常にハングリーでありなさいって。これが良かれと思って、先生と教育されてたのが僕らのね、受けてきたこの時代の教育じゃないでしょうかっていう話なんですよ。で、一方、ね、全般。